おっす皆さんこんにちは、亀山明です。本日の動画はドラゴンボール GT からスーパーサイヤ人4の悟空を書いていきたいと思います。ポイントを少し解説しながら書いていくので、ぜひ最後まで見ていってください。まずはいつも通り輪郭から書いていきます。このように基本のホームベースです。ここまではいつもと同じですね。で、まず髪の毛から書いていきます。これがスーパーサイヤ人4の特徴なんですけども、顎のラインよりも少し右サイド、ベジットとかの左寄りとは逆で、右側に髪の分け目が来るように、左側に垂れてる髪の毛が大きめ、そして耳のラインあたりに前髪が来るように右側に髪の毛をかけます。はい。そして少し髪に隠れるように耳を描いてあげます。こんな感じですね。はい。では、ここから目のパーツ。これはもうスーパーサイヤ人の基本のベースと同じなんですけども、少しだけいつもと違うものが、若干悪役っぽい感じにするっていうところです。で、今日はちょっと線が潰れてしまうので、少し細めのペンにここだけ入れ替えて書きますね。はい、いつもの三角定規を書いてあげて、これを二重線にするように外側にフレームを一つ追加してあげます。色がついてると赤色なんですけども、こんな感じで、目を縁取ってあげる、ちょっと強さを象徴するようなかっこいいイメージっていうのがドラゴンボール GT に登場するスーパーサイヤ人4っていう、アニメオリジナルの形態なんですけども、こんな感じですね。そして、絶妙な線をおでこに入れてあげて、目の下のひげを描きます。ここもね、しっかり丁寧にシャープに描いてあげないと、これだけですごくバランスが崩れてしまうので気をつけてください。そして鼻を描きます。矢印と矢印を組み合わせ。そして口は少し鼻に近づけてニコッと笑わせるように。で、今日は口角を上げてあげます。で、顎の下のライン。こんな感じですね。はい。この時点でだいたいスーパーサイヤ人4のベースの部分が全てできました。あとは眉毛を塗りつぶしてあげて、黒くすると、もうこの時点でだいたいわかるんじゃないでしょうか。では少し追加していきましょう。首を生やしてあげて、この生やした首の付け根から髪の毛を大きく両サイドに垂らしてあげます。これも特徴ですね。肩パッドではなくて髪の毛が垂れてるっていうところが少し、特殊な感じになります。で、首筋、強鎖乳突筋。そして、カモメ型の大胸筋。で、細かい線入れましょう。そして、顎の下に影をつけます。はい。そしたら、大胸筋のあたりを、服を着てる感じではないんですが、体毛で覆われたような特徴があるので、まず、大胸筋をですね、こんな感じで、ぐーっと、広く、ちょっと髪の毛にかかるぐらいですね。そして腹筋の周りにも少し体毛がついているので、こんな風に囲ったような形にして描いてあげます。服の代わりっていうと変なんですけど、よくこういうデザインを思いつくなって思うので、鳥山先生だったり、デザイン書き下ろしした中鶴さんっていうのは本当にすごいなと思います。あとは筋肉もなんですけど、ちょっと体毛がついてる感じがあるので、少しこうやってギザギザをつけながら、形を変えていく。そして、こんな風に、斜線というかね、短い斜線をちょんちょんちょんと入れると、あんまり雑に入れすぎると傷がついてるみたいになってしまうので、この引いたラインの近いところにですね、まんべんなくモフモフしたような感じにしてあげると質感が出るかなと思います。はい、これで左右やってあげると、スーパーサイヤ人4の感じになるでしょう。結構特徴的な部分なので、こういうところはしっかりと描いていきます。要はこのスーパーサイヤ人4の状態で服を着てたら、あれ普通の悟空じゃんってなっちゃうので、裸ではないんですけども、この体毛がしっかりついていて、赤色をしているっていうのが、このスーパーサイヤ人4の一番の特徴になりますので、ここは忘れずにちょっと描いていきます。
はい、あとは髪の毛を付け足していきます。通常のスーパーサイヤ人とは違って黒髪になっていると、あと、海外用語で言うと、そのツヤベタみたいなものが少しついているのが特徴なので、こんな感じでですね、悟空の髪型をそのまんま伸ばしていった延長上にこんな風になってるだろうというイメージで髪を生やしていくと、なんかこうそれっぽくなると思います。髪の形はね、結構いろんなイラストとかあるんですけど、かなりものによってベースが違ったりするので、これぐらいがかっこいいかなみたいなのをいろいろ自分の中で試行錯誤するといいと思います。はい。そして太めの髪の毛の束に、今回はこの鼻のラインがですね、右側を向いてるので、光源が左から当たってるような感じで、このハイライトっていうのをちょっとつけてあげてます。はい。で、髪の毛に関しては上の方からこうトップに光が当たってるので、こんな感じでこれも太いところにだけハイライトをつけてあげてます。これをつけてあげるだけで全部ベタ塗りにするのと少しちょっと雰囲気が変わってくるので、この状態であとはガーッと塗ってあげるともうそれっぽく完成になるとは思います。はい。で、ベタを塗ってるのが結構時間がかかるので、ここでちょっとポイントをおさらいします。まず、スーパーサイヤ人4のポイント1、目の縁を二重にするっていうところですね。ここがまず第一のポイントです。特徴としてはここが一番大きいと思います。はい。で、次に、体に体毛がついたようなフォルムになりますので、少し肩周りだったりですね、胸の周りとかに、ちょっと線を足してあげるのと、肩とかに関してはギザギザをつけてあげるっていうところを注意して描きます。そして髪の毛はこれポイントのその3なんですけど、悟空の髪型をそのままちょっと長く伸ばしていったような形を意識して、散らばせて描くと良いかなと思いますので、以上の3点ですね。もう一回だけ言います。目の縁を二重にして縁取る。そして体毛をつけたようなフォルムにする。髪の毛は悟空のスタンダードな髪の毛がそのまんま伸ばしっぱなしで放置されたような感じにするっていうこの3つを気をつけるとスーパーサイヤ人4の悟空が完成すると思います。いや、それにしてもやけにこのベタに塗るだけでめっちゃ時間かかりますね。はい。この辺りね、ちょっと長いなっていう方はスキップしてもらって大丈夫です。ちょっと余談なんですけど、スーパーサイヤ人4のデザインっていうのは、初期の頃はですね、この腹筋周りのこの毛の覆い方っていうのが、どちらかというとこうまっすぐストーンと帯のあたりまで伸びてたりしたので、ちょっとデザインは変更されてるんですよね。これは結構そのアニメファンブックみたいなものとかでも実際その設定画が載ってたりするので有名な話なんですけど、やっぱりですね、なんかこのデザインだからなんかしっくりくるよねみたいなものっていうのは、なんか最終的にこう鳥山先生のデザインにしろアニメのキャラクターデザインにしろ、こうなんかちゃんと最後完成形に落ち着くっていうのがドラゴンボールのすごいところだなと僕は思ってるんですけど、はい、と言ってるとね、こんな感じで、ベタ以外のところが完成しましたので、あとはですね、少しこの特徴を際立たせていくのに、今日は色は基本つけないんですけども、おまけがてらですね、ちょっと違うペンで斜線を入れたりして、あとは細かいところにですね、パーツやっていきます。目の縁をこのマルチライナーみたいなもので赤くします。ちょっと見分けあんまつかないんですけどね、なんかもう尺稼ぎ的な感じになってますけど、でこんな感じで少しこう薄いですけど赤いライン入れてあげるとですね、なんか雰囲気出るかなと思ったのでやってみました。どうでしょう。こんな感じですね。意外とね、こういう風に均等に斜線引くって難しかったりするので、やっぱりこうペンの運び方とかが苦手な人っていうのはなかなかこう絵をスムーズに描くことができないので、まずやっぱりこう筆を動かす練習っていうのをやった方が絵は上達しやすいと思いますね。なのであんまりこう消しゴムを描いたりちょっとずつ線を伸ばすよりも、もうダイナミックに失敗してもいいからどんどん線引くっていうのを繰り返してると滑らかに描けるようになると思います。はい、こんな感じでハイライトの中にねラインを入れてあげるとちょっとこうシャープな感じになりますので、これでスーパーサイヤ人4の悟空が完成です。はい。では残り少なくなりましたので、またぜひリクエストとかがあれば動画のコメント欄とかでお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。